飛行服に身を包んだ一人の若き搭乗員。胸には三山と記された布が見える。 AI で80年前の色を蘇らせてみる。凛々しい顔立ちのこの青年は特攻隊員である。だが彼は内地の生まれではない。朝鮮半島の出身。本当の名をタクキョンヒョンという。80年前、日の丸の翼で戦死した特攻隊員の中に朝鮮半島出身の若者たちがいた。記録で確認できるだけで少なくとも17名。だが出自を明かさないまま戦死した者はもっといたと言われている。彼らは志願し、訓練に耐え、日本人の仲間と共に飛び立っていった。出撃の前夜、故郷の歌、アリランを歌った者、私は朝鮮を代表していると言い残した者、遺言の録音を残した10代の少年、そして戦死したはずなのに性関節が流れた謎の男。彼らは戦後、日本からも韓国からも忘れられた。だが彼らが確かに生き、そして戦死したことは事実である。最後まで見れば教科書が決して教えないもう一つの特攻の歴史が見えてくる。これは日の丸を背負って戦った朝鮮の若者たちの記録である。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう映っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社とGoogle で検索してみてほしい。整列した搭乗員たちの前で命名の言葉が読み上げられている。特攻隊の命名式である。だがここは日本本土ではない。朝鮮半島で編成された特攻隊靖国隊の命名式である。意外に思うかもしれないが思い出してほしい。今の韓国と北朝鮮がある朝鮮半島は戦時中日本だった。1910年の日韓併合から35年間、朝鮮半島は日本の一部であり、そこに暮らす人々は日本国民として生きていた。だから朝鮮の若者が日本軍に入り特攻隊員になることも当時の日本では何も不思議なことではなかったのである。朝鮮の若者への徴兵は戦争末期まで行われておらず、軍に入った者は自ら志願した者たちだった。貧しさから抜け出すため、差別を見返すため、空への憧れのため、そして家族と故郷を守るため。志願の理由は一人一人違っていた。10代で入隊する陸軍少年飛行兵、大学出のエリートから選抜された特別操縦見習い士か。その第一期生には10人近い朝鮮人がいたという。やがて戦局が悪化し、特攻作戦が始まると、彼らの中からも戦死する者が出始める。朝鮮半島出身の特攻戦死者は研究により17名とも18名とも数えられる。18名と数える資料の内訳は、フィリピンで5名、沖縄方面で12名、そして B29 に体当たりした者が1名である。ただしこれは記録で分かっている数に過ぎない。当時は総司会名で誰もが日本名を名乗っていた時代。差別を恐れて朝鮮の生まれであることを最後まで打ち明けず、日本人として戦死していった者が他にもいたのかもしれない。これから語るのは名前の分かっている7人の物語である。飛行帽をかぶった一人の若い搭乗員。戦時中の新聞に掲載された顔写真である。名は松井秀夫。本当の名をイン・ジェウンという。1924年キョンギドケソンの生まれ。今の北朝鮮側にある古都である。ソウル近郊の工業学校に通っていたが、10代で陸軍少年飛行兵に志願した。昭和19年11月、フィリピンレイテをめぐる戦いで日本軍は追い詰められていた。松井伍長は朝鮮半島で編成された特攻隊靖国隊の一員としてネグロス島の白井基地に進出する。基地では武運を祈る守り札が隊員たちに渡された。そして11月29日、松井伍長は爆走したはやぶさで出撃し、
0.1 の米艦船に突入したと報じられた。朝鮮半島出身者として最初の特攻戦死者である20歳だった。この戦死の報を当時のメディアは大々的に取り上げた。半島の新州、朝鮮総督府の機関紙、毎日新報には彼を称える詩が次々と載った。その中に、後の韓国文学を代表する詩人、ソジョンジュの一編がある。松井五朝唱歌。松井秀夫。君は我らの五朝、我らの誇り。君は朝鮮、キョンギドケソンの人。尹氏の次男、21歳の男。我らの同胞が夜も昼も真心込めて作り送った一機の飛行機で粉々に砕ける山のような米軍艦。朝鮮の青年が朝鮮の人々の作った飛行機で敵艦に突入する。その詩は半島の若者たちを奮い立たせる宣伝として使われた。松井五朝に続けと志願を促す広告塔になったのである。だがこの物語には誰も知らない結末がある。それは最後に語ろう。新聞の紙面に残された若い搭乗員の顔。飛行帽の下から涼しげな目がこちらを見ている。イムジャンスゴ朝。中国との国境の町、シニジュに近いヨムジュの生まれである。その総司会名の名は日韓どちらの記録にも残っていない。林が属したのは勤王隊と呼ばれる特攻隊。茨城県の鉾田で編成された総発戦闘機トリューの部隊である。出発の日、鉾田飛行場には菊の花が飾られ、隊員たちは別れの杯を交わした。地元の女子学生たちが見送りに集まったという。隊長の山本匠中尉は出撃を前に、ガソリンは片道の分だけでいいと自ら願い出た男だった。昭和19年12月7日、フィリピンオルモック湾。勤王隊はトリューに乗って米軍の艦船へ次々と突入した。イムジャンスモ朝もその中の一人だった。出撃した13名のうち10名が戦死、20歳の若さだった。この時勤王隊は駆逐艦マハンと輸送駆逐艦ワードに損害を与え、2隻は使い物にならなくなって米軍自身の手で沈められた。沈められたワードは3年前の同じ12月7日、真珠湾で最初の一発を撃ったアメリカの駆逐艦である。くしくもちょうど3年後の同じ日に朝鮮の青年を乗せた日本機がこの艦を沈めたことになる。年が明けた昭和20年1月、当時のソウル、京城で発行されていた日本語新聞京城日報は、イムジャンスゴ朝の戦死を顔写真と共に報じた。半島の新州と称えられたその紙面が、今、私たちが彼の顔を知る、ほぼ唯一の手がかりである。飛行帽とゴーグルをつけた、あどけない顔の搭乗員。まだ少年の面影を残した特攻隊員である大川正明。本当の名をパクトンフンという。1926年ハムギョンナムドハムジュ郡の生まれ。今の北朝鮮東海岸フンナムの近くである。わずか15歳で陸軍少年飛行兵第15期に志願した。そして昭和20年満州で編成された特攻隊扶養隊の一員となる。まだ18歳だった。資料によっては17歳とも記録されている。出撃を前に彼は遺言を録音版に吹き込んだ。その肉声が今も残っている。今ここに選ばれて名誉ある特攻隊に召された時の気持ち、これが何とも言えない気持ちであります。大きな戦果が新聞に載らずとも一機一艦憎き船にぶつけて粉々にしてみせます。そして録音の終わり、声は家族へ向けられる。お父さん、お母さん、ぜひ来てください。いろいろとご心配をかけて誠にすみません。不幸者ですみません。弟よ、妹よ、強く元気に、そして立派になってくれ。最後に彼は生まれて初めて作ったという句を読み上げた。靖国に召される体、いかにせん。さようなら。録音はそこで終わっている。一方で同じ朝鮮出身の戦友にはこう言い残したと伝えられる。内戦一体と言うけど嘘だ。俺は朝鮮人の肝っ玉を見せてやる。
日本人として死ぬことへの悔しさと朝鮮人としての意地。少年の短い生涯の中にその両方が同居していた。昭和20年3月29日、パクトンフンはチランから97式戦闘機で出撃し、沖縄の海で戦死した。2階級特進で少尉。判明している朝鮮人特攻隊員の中でも最も若い一人だった。並んだ2枚の写真に同じ青年が写っている。左は軍曹の陸軍少尉、右は学生服姿の専門学校時代である川田誠二少尉。本当の名をノヨンウという。形状、今のソウルの生まれである。専門学校で学んだ後、特別総従見習い士官の1期生に合格。同期100名と共に朝鮮の軍産教育隊に入隊した。訓練を重ねた彼が配属されたのは総発戦闘機トリューの部隊だった。昭和19年11月、部隊の搭乗員全員に特攻志願書が配られる。川田も仲間も全員が熱望するに丸をつけた。同期の証言が残っている。ためらいはありませんでした。空中勤務者になったからには義務を果たすということでしょうか。昭和20年5月29日午前、マリアナ基地を発進した B2 ジューク510機が本土に押し寄せた。横浜を焼いた大空襲の日である。昼近く、1機のトリューが B2 ジュークの編隊に挑みかかった。戦闘機と機関砲を撃ち合い、なおも食い下がり、ミニエンジンから白煙を吹き、右翼が吹き飛んでもなお、川田機は B2 ジュークへの体当たりをやってのける。巨大な爆撃機は閃光に包まれ、空中分解した。だが、川田機の落下傘は開かなかった。翌日、静岡県の山あいの村の杉林で、開ききらなかった落下傘が子供に発見される。遺体の胸ポケットには妹からのハガキが入っていた。頼まれていた衣類ができたので、近いうちに届けます。このハガキで、京城出身の川田誠二少尉だと分かった。機体は近くの山中で見つかり、同城の土山茂雄兵長も戦死していた。村の人々は村長を先頭に通夜を営み、二人を丁重に荼毘に付した。朝鮮の青年の亡骸は静岡の村人たちに見送られ、原隊へ帰っていった。2階級特進で大尉。体当たりで B2 ジュークを道連れにした朝鮮半島出身でただ一人の男である。軍帽をかぶった端正な顔立ちの士官、意志の強さを感じさせるまっすぐな眼差しであるチェ・ジョングン。日本名高山昇。朝鮮半島の最北端、ソ連との国境に近いキョンフンの生まれである。京城帝国大学に合格した秀才だったが、父の命令で法律家の夢を断念し、陸軍士官学校に進んだ。陸士56期、後に航空士官学校へ進むエリートである。その彼が卒業の間には消灯後に密かに同期生を呼び出した。航空神社の境内、月明かりの下で彼は打ち明けたという。俺は天皇陛下のために死ぬというようなことはできぬ。朝鮮民族の血を引く自分は一体何のために死ぬのか。同期生の説得は空回りするばかりだった。高山はこの苦悩を抱えたまま戦場の空へ出ていく。やがて飛行第66戦隊の99式襲撃機乗りとなった高山中尉は内地で梅沢秀という日本人の女性と出会った。女子等身隊員として働いていた娘である。二人は慌ただしく婚約した。付き合った時間はわずか4ヶ月足らずだった。昭和20年4月2日早朝、高山中尉は3機編隊の小隊長として徳之島から出撃した。任務は沖縄に押し寄せる米艦船への哨戒攻撃。特攻ではない、帰ってくるはずの任務だった。敵の船団を発見した高山小隊は攻撃に入る。そして爆撃を終えて離脱した部下機が見た。小隊長機が敵艦めがけて突っ込んでいくのを誰に命じられたのでもない、自らの意志の体当たりだった。所属部隊はこの行動を特攻戦死と認定。陸軍第6航空軍からは艦上が送られた。その書き出しは三輪半島ニウマルルモ、朝鮮半島の生まれでありながらという意味である。艦上は
こう続いた。誠の心で常に国の行く末を憂い、誰よりも先頭に立って戦い、部下から厚く慕われた。と、朝鮮の出身であることを日本軍が公式に認めた上で称えた言葉だった。二階級特進で、少佐、24歳、婚約者を内地に残しての戦死だった。天皇のためには死ねないと言った男は、何のために突っ込んだのか。同じ陸士56期には、イ・ヒョン軍という朝鮮出身の同期がいた。後に、韓国陸軍の大将にまでなった人物である。戦後同期会で、日本人の同期が彼に尋ねた。高山は何のために死んだのか、と、イ・ヒョン軍はこう答えたという。その気持ちは貴様らにはわからんだろうな。それがわかるとき、両国の本当の友好が生まれるだろう。軍服姿で腰掛けた一人の士官、胸を張りカメラをまっすぐに見据えているキム・サンピル、日本名優記消筆。1920年、平安南道の港町陳南浦の生まれである。学んだのは京城の名門四非専門学校、今の4世代学校、朝鮮人学生が通う民族系のエリート校である。卒業した金は特別総従見習い士官の1期生に合格する。4非専門からは初めての合格者だった。操縦の腕は同期でトップ、柔道は三段、文武両道を絵に描いたような男である。配属先の満州の部隊ではこんな逸話が残っている。隊内の演芸会で金が壇上に立った。私は朝鮮出身です。アクセントが違いますが日本の歌を歌います。すると隊員たちから声が飛んだ。アリランを歌え。そうだ、アリランを聞かせてくれ。金は、では母国の朝鮮語で歌います。と歌い終わると拍手喝采の嵐が起きたという。昭和20年2月、満州で特攻隊が編成されると、金は志願した。誠第32飛行隊、武国隊である。2月25日、平壌の旅館で、金は兄のキム・サンニョルと会った。弟が日本軍の将校になることに反対し続けてきた兄である。兄は逃げてくれと懸命に説得した。金は静かに答えた。自分は朝鮮を代表している。逃げたりしたら祖国が笑われる。多くの同胞が一層の屈辱に耐えねばならなくなる。僕は日本人になりきって日本のために死ぬのではありません。日本に協力して独立を勝ち取る。その方が確かだと思うのです。民族の魂は売り渡していません。朝鮮の魂で頑張ってきました。この頃母校の4非専門を訪ねた金は校長に請われて学生たちの前に立った。だが彼は多くを語らず、俺についてこいと言うなり、上着を脱いで走り出した。坂を登り林を抜け黙々と走り続ける。学生も教職員もその後に続いた。およそ1時間、落語者は一人もいなかったという。学生たちはその夜のうちに一振りの日本刀を買い求め、翌朝金に送った。昭和20年4月3日、キム・サンピルはニュータバル基地から武国隊の第5編隊長として沖縄西方の海へ出撃した。学生たちの日本刀を握りしめての出撃だったと伝えられる。2階級特進で隊24歳だった。並んで立つ軍服の青年と着物の女性。青年は冒頭のタク・キョンヒョン、女性は富谷食堂の鳥浜留である。タク・キョンヒョンは1920年キョンサンナムドのサチョンに生まれた。家は貧しく、幼い頃一家で日本へ渡る。育ったのは京都だった。朝鮮人として差別を受けながらも勉学に励み、立命館中学から京都薬学専門学校へ進んだ秀才である。薬学の道を歩むはずだった青年は昭和18年特別総従見習い士官の1期生に合格する。訓練の地は鹿児島の知覧だった。知覧の町には富谷食堂という小さな食堂があった。切り盛りするのは鳥浜留。飛行兵たちに慕われ、後に特攻の母と呼ばれる女性である。タクもこの食堂に通い、留を母のように慕ったという。故郷を遠く離れた青年にとって、富谷食堂は家庭のぬくもりを感じられる場所だった。
昭和19年10月、卓は陸軍少尉に任官する。総司会名による日本名は三山文弘。そして昭和20年、沖縄をめぐる戦いが激しくなると、卓は特攻隊第5 11新部隊の一員となった。向かった先はチラ。訓練の日々を過ごした町は特攻の出撃基地に変わっていた。出撃の日は5月11日と決まった。その前夜、卓は一人で富谷食堂を訪れる。昭和20年5月10日、出撃前夜の富谷食堂。店には翌朝飛び立つ特攻隊員たちが集まり、別れの歌を代わる代わる歌っていた。隅で静かに耳を傾けていた卓に、トメが声をかけた。今夜が最後だから、三山さんも歌わんね。卓はしばらくためらった。そして、意を決したように打ち明けた。自分は朝鮮の生まれであること。三山文弘は本当の名ではないこと。最後に母国の歌を歌わせてください。そして静かに歌い始めた。アリラン、アリラン、アラリよ。朝鮮の人々が喜びにつけ、悲しみにつけ歌い継いできた民謡である。歌ううちにその方を涙が伝ったという。日本名で生き、日本のために死んでいく青年が最後の夜にだけ本当の自分に戻った。トメは生涯この夜を忘れなかったと伝えられる。翌5月11日、タクキョンヒョンは爆走したハヤブサデチランを飛び立った。そして沖縄西方の海で米艦船に突入し戦死。2階級特進で大尉、24歳だった。京都で薬学者になるはずだった青年はアリランの歌声だけを残して戦死した。趣のある建物の前に飛行服の隊員たちが整列している。出撃を前に朝鮮軍司令部の首脳へ別れを告げる靖国隊である。半島の人々に英雄として見送られて飛び立った男たち。だがその故郷の空気は敗戦とともに一変する。昭和20年8月15日、日本の敗戦とともに朝鮮は解放された。35年ぶりに朝鮮半島へ自分たちの国が戻ってくる。だが特攻で死んだ若者たちへの眼差しは一変した。戦時中、軍神と称えられた朝鮮人特攻隊員は一転して日本に魂を売った親日派と呼ばれるようになる。残された遺族は冷たい目にさらされた。パクトンフンの父は迫害の中で心を病み亡くなったと伝えられる。その父は生前こう語っていたという。日本という国は決して悪い国ではない。特攻で死んだ者の家庭に対して責任を持つ国だ。だがその日本でも彼らは忘れられていった。日本国籍を失った朝鮮人戦没者の遺族に戦後保障が行われることはなかった。祖国からは裏切り者と呼ばれ、日本からは制度の外に置かれる。彼らは二つの国から忘れられたのである。そんな解放から5ヶ月後の1946年1月10日、ソウルの新聞に人々の目を疑う見出しが躍った。松井伍長、生還。最初の特攻戦死者として死にまで歌われたインジェウンが生きていたのである。記事によれば、彼は撃墜されて米軍の捕虜となり、ハワイの収容所で生きて終戦を迎え、この日の朝、捕虜輸送船でインチョンに上陸するはずだという。新聞は父親の言葉も伝えている。戦死の通知が来て葬儀まで済ませたのに。だがこの生還報道は誤報だったと見られている。後の取材にインジェウンの妹たちは兄の帰還を否定し、米軍側の捕虜記録にも彼の名前は見つかっていない。インジェウンはやはりレイテの海で戦死していたのである。20歳で軍神と称えられた青年は死してなお生還という誤報にまで翻弄された。葬儀を終えていた家族がこの報道に何を思ったか、それを伝える記録は残っていない。そして彼を称えた松井伍長翔歌は新日文学の代表として詩人の経歴に深く刻まれて残った。80年前、日の丸の翼で戦死した朝鮮半島出身の若者たち。その数は
少なくとも17名。日本名と本当の名前、2つの名前を持ち、2つの祖国の狭間で生き、そして戦死していった。戦後の韓国で彼らは長く語られることがなかった。日本に協力した親日派と呼ばれ、遺族は夫や息子の死を口にすることさえできなかった。軍神と称えた国からも、解放された祖国からも忘れられた。タクキョンヒョンのアリランは鳥羽まとめの語りによって戦後に伝えられ、映画ホタルで多くの日本人の知るところとなった。チラン特攻平和会館には今も彼らの遺影が掲げられ、富谷食堂は資料館として当時の姿を伝えている。2008年、日本の女優黒田福美がタクキョンヒョンの故郷サチョンに帰郷を祈る碑を建てようとした。だが、除幕式の直前、市民の反発で碑は撤去され、移設された先でも倒されたという。彼らの慰霊は韓国では未だ受け入れられていない。一方で、こんな話も韓国に残っている。沖縄特攻で戦死したある朝鮮人隊員の妻は、夫が母校に植えた桜の木がある小学校に校長として赴任した。日本の記者が軍国主義が騙して申し訳ないと頭を下げると、穏やかなはずの校長は激怒したという。私の主人は騙されるような人ではありません。自分の意思で出撃したのです。川田誠司少尉を荼毘に付した静岡の村のように、日本の各地に彼らの記憶は静かに残っている。そして彼らの名は日本人の戦友たちと共に靖国神社に祀られている。彼らは親日派なのか、時代の犠牲者なのか、それとも五国の英雄なのか。評論する前に一人一人が残した言葉を思い出してほしい。あなたはこの7人の物語をどう受け止めただろうか。ぜひコメントで聞かせてほしい。ご家族やご親族に特攻隊や知覧に関わった方がいるかもしれない。語り継がれている話があれば合わせて教えてほしい。彼らが命を懸けて守ろうとした空の下に今の平和な日本もある。私たち日本人は日の丸と共に戦死した。朝鮮の若者たちがいたことを忘れてはいけない。カラーで蘇った写真の中で彼らは確かにそこにいた。2つの名前と1つの覚悟を抱いた若者として。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画を気に入っていただければ高評価チャンネル登録で応援よろしくお願いします。